こんにちは。今回はですね、AI とのコミュニケーション、これを劇的に良くする方法について見ていきたいと思います。AI の性能をもう最大限に引き出すための具体的な話し方のコツ、早速一緒に探っていきましょう。皆さん、生成 AI ツールを使ってて、あれなんか話が通じないなとか、いやいやそうじゃないんだけどなって、ちょっと見当違いな答えが返ってきた経験ありませんか？実はそれ結構ね、あるあるな悩みなんです。そう、AI との間に生まれるこの何とも言えない気まずい空気、多くの方が一度は経験してるんじゃないでしょうか。今回の話ではこのすれ違いをなくして AI を最高のパートナーに変える方法をじっくり探っていきますよ。さて、ここからが本題です。この問題、実は AI の性能が低いからってわけじゃないかもしれないんです。むしろ原因は私たち自身の指示の出し方にあるのかもしれないっていう話なんですね。そうなんです。革新はまさにこれ。より良い指示がより良い結果を生み出す。これこそが今回一番伝えたいめちゃくちゃ重要なポイントなんです。では、まず私たちが陥りがちな最初の間違いから見ていきましょう。それは指示が曖昧すぎること。AI って人間みたいに空気を読むとか察するみたいなことはできないんですよね。だから漠然とした言葉は AI をただただ混乱させちゃうだけなんです。まさにこれですよね。AI の心の叫びが聞こえてくるようです。いい感じにとか、よしなにやっておいてって言われても、AI からしたら、どのいい感じですかってなっちゃう。膨大なデータの中からどれを選べばいいか、本当に途方に暮れちゃうんです。じゃあ、どうすればいいのか。この3つのステップがめちゃくちゃ効果的なんです。まず、たった一つでいいので、参考例を添える。ポップな感じでじゃなくて、オレンジを基調とした明るいトーンでみたいに具体的に言う。そしてどんな基準で良いと判断するのかを伝える。これだけで AI の精度はもう本当に驚くほど上がります。さて、一つ一つの指示の具体性も大事なんですけど、もう一つ見落としがちなのが AI との会話全体のプロセス、つまり進め方ですね。ここでは会話の流れをどう管理するかっていう点に焦点を当ててみましょう。作業の途中で何の説明もなく急に指示を変えたりしてませんか？まさに混乱と疲弊の温床。これ AI を混乱させるだけじゃなくて、それまで積み上げてきた作業が全部無駄になっちゃう可能性だってあるんです。指示を変えるときはこの3ステップをぜひ意識してください。まず、ここから方針転換しますとはっきり言う。そして、なぜならターゲットとなるお客さんが変わったからですみたいに理由を伝える。最後に、これまでは A でしたがこれからは B でお願いしますと何がどう変わったのかを明確にする。これで AI はスムーズに頭を切り替えて新しい指示にすぐに対応できるんです。さあ、ここからがハイライトです。数ある間違いの中でも特に AI の性能を台無しにしてしまうワーストな習慣をカウントダウン形式で発表します。これはね、絶対に避けたいポイントですよ。まずは第3位。第3位はこれです。一つのプロンプトにあれもこれもとタスクを詰め込みすぎること。AI って基本的に一度に一つのことに集中するのが得意なんです。だからいっぺんに頼むとどれに集中すればいいかわからなくなって結局全部が中途半端な結果になりがちなんですよね。このセリフかわいいけど、まさに本質をついてますよね。タスクは一つずつ丁寧に。料理のレシピみたいにステップバイステップで指示を出してあげるのが最高のパフォーマンスを引き出すコツです。さあ続いてワースト2。これは本当に多くの人が無意識にやっちゃってるかもしれないです。第2位はタスクに必要な背景情報、つまり文脈を伝えないこと。AI はあなたが何を知っていてどんな状況にいるかなんて全く知りませんからね。例えばその作業が社内向けなのかそれともお客さん向けなのかで文章のトーンも内容も全く変わってきますよね。この例えがもう全てを物語ってますよね。文脈っていうのは AI にとっての地図でありコンパスなんです。どこに向かうべきかを示す一番大事な情報。これがないと AI はただ闇雲にどっちに進んでいいか分からずに進むしかないんです。そしていよいよ来ました。最もやってはいけない、そして最も重要な習慣、第1位の発表です。これが最も致命的なエラーです。依頼のなぜを説明しないこと。つまりそのタスクの最終的な目的を伝えないことです。いや、これは本当にその通りなんです。めちゃくちゃ重要。
なぜかっていうと、AI はゴールが分かって初めて、そこから逆算して最適な答えを出そうとするからなんです。何のためにやるのかが分かれば、こっちが細かく指示しなくても、目的に沿ってるからこうした方がいいなって、AI 自身が考えてくれるようになるんですよ。ですから、AI とのコミュニケーションでは、この3つを絶対に忘れないでください。最初に、このメールの目的は、お客様の信頼を回復することですと目的を伝える。そして、何を達成したいかを明確にして、謝罪文を書いてという手段だけじゃなく、その裏にある意図を伝えること。これが成功の鍵を握っています。さて、ここまで見てきたスキルを身につけることで、私たちの考え方そのものも変わってきます。AI を単なる便利なツールとして使うユーザーから、一緒に成果を作り出す協力者、つまりパートナーへと視点を変える時が来たんです。まさにこの変化ですよね。左側のなんだかギクシャクしたすれ違いだらけの関係から、右側のようにスムーズに連携できるパートナーシップへ。この変化こそが今回お伝えしたかったことの全てなんです。最後に皆さんにこの問いを投げかけたいと思います。AI の能力はあなたの言葉一つで本当に大きく変わります。ぜひ今日からあなたの AI を最高のパートナーとしてその真の力を引き出してあげてください。